ハロー YouTube! 久保田望のアンテナ。ということでですね、今日はじゃあいいコンテンツを作っていくためにどうしたらいいかっていう話をちょっとしていきたいと思います。 SEO においてはコンテンツが重要で、そのコンテンツの中でも良質なコンテンツが重要で、良質なコンテンツをしっかりと表明することが重要で、表明するためには信頼できるソースから文章を書いているかどうかを証明することが重要っていう話がありました。じゃあどういうふうにやっていったらいいかっていうのを具体的に説明していきましょう。そもそも検索エンジンをするときに、これっていい情報なのかな、悪い情報なのかなって識別するのって意外と難しくないですか？例えば検索してこれは正しい情報なのかどうかっていうのを識別する目を自分が持ってるかっていうとちょっと怪しかったりしますよね。そこで使いたいのが、なるべく一時情報にアクセスする習慣を作りましょうっていうことだったりします。その一時情報にアクセスするための方法、ちょっといろいろ列挙させていただいたんですけど、まず一つ目、サイト go.jp というのを活用してみましょうってことなんですね。これ何かって分かります？ Google。 確かに Google っぽいですね。Google っぽいですけど、実はですね、ガバメントって意味ですね。検索エンジンの Google の中でサイトgo.jp っていう風にやって、その後何か好きなキーワードについて調べるっていう風にすると、例えばそうですね、ウイルスとかについて調べたいっていう時に、そのウイルスの情報が本当に正しいのか正しくないのかってめちゃめちゃセンシティブですよね。そういう時に正しい情報をまずは確認しましょう。厚生労働省のデータだったら正しいだろうとか、経産省のデータだったら正しいだろうみたいなことを考えて、まずは情報収集しましょうってことで、そういう時はこのサイト go.jp ウイルスっていうふうにやると、政府が出している情報だけ絞り込んで検索エンジン結果に出してくれます。そうするとこういうものを元にしてコンテンツを作ると、いいコンテンツが作りやすくなりますよね。次、サイト ac.jp。 これ何の略か分かりますか？この AC って。アカデミお、さすがアカデミック大正解です AC ジャパンとかだと思ったりしないかなと思ってますそうです、アカデミックです。なのでこれは大学とかのサイトを出すことができます。例えば東大の先生がこういうふうに言ってるウイルスに関する研究とかだったらなんとなく正しそうですよね。ということでGO はガバメント、AC は大学。使い方は全く一緒で、サイト:go.jp スラッシュキーワード。こっちもスペース入れてキーワードっていうふうにやれば検索することができます。次はですね、Google スカラー。これ何かっていうと、Google が出している論文検索サイトっていうのがあります。論文も確からしい情報っていうのが基本載ってますよね。なんでかっていうとエビデンスもありますし、論文もどのくらい引用されているかっていうのもここに実は表示されているので、良さそうな論文を見抜くことができます。で、もう一個知っておきたいのが archive.org。 ちょっと英語を話せるよっていう方はですね、海外の論文も見てみると、より良い一時情報っていうのを手にすることができます。その時は archive.org ですね。こんな風に一時データって言われるものっていうのは、国だったり大学だったり論文だったり海外論文だったり、そういうところから情報収集しましょうっていうことなんですよね。で、もう一個実はやり方があって、ストーリーって書かせていただいたんですけど、これ何かっていうと、自分自身の物語っていうことですね。とかくより良いコンテンツ作ろうっていう風になると、一時情報に頼ろうってことで国とか大学とか固めのコンテンツになることが多いんですけど、実は人はそれぞれ自分オリジナルの出生秘話とか昔の思い出とか、そういうお宝のようなコンテンツをいっぱい持っていったりします。ということで、自分のストーリーをコンテンツにしてみるっていう手法も実はとても強いやり方になって、さっき監修者が必要だって話しましたよね。なんで監修者が必要かっていうと、その情報を確かかどうかってことを認める人が必要だから監修者必要なんですよね。でもあなたの人生のストーリーの話は自分自身が監修者になれるので、一時情報に頼らないで自分のオリジナルコンテンツを作ることができます。こんな感じでですね、より良いコンテンツを作って検索結果をより豊かなものにできるといいかなというふうに思います。マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。